ラジャーバルコンゾン千秋です。安藤です。今日は4月1日から運転免許の教習課程が改編されるっていう話をしていきたいんやけど、2025年4月1日に運転免許普通2種の教育課程が改編されると。これによって教習カリキュラムが刷新されて、マニュアル免許を取得する場合、これまで全課程をマニュアル車で教習していたのに対して、4月1日以降は第1段階の場内教習と第2段階の路上教習はもうすべてオートマ車で行う。で、オートマ車の卒検に合格してから、合計4回のマニュアル教習に移るというカリキュラムに、原則として変更されるみたいなよね。それってマニュアルの免許やけど4回しか乗らんでいいってことやんの？そう。それで公道でじゃあマニュアルで走れるってことか。で、ただ、オートマと比べて、マニュアル車っていうのはやっぱ操作のさ、時間がかかるやん。慣れるのにな。新カリキュラムで、だから35時間の教習時間があるんやけど、31時間をオートマで、4時間をマニュアルっていう割合なのね。今まで逆じゃなかったか？そう。もう30時間ぐらいもうマニュアルでやっとったん。だから、4回でマニュアルの操作マスター、しなければいけないっていうのは、この改定後の教習課程っていうのは無理を感じるっていう意見もあって。確かに。そりゃそうやんな。今まで30時間マニュアル車で、俺らもやっとったからさ、それを4時間で到底できるもんじゃないと思うんやけど。全部、詰め込むってこと？今まで30何時間でやっとった教習を。4時間のマニュアル車の教習っていうのが、教習所内のコースにて、実施するんやけど、発進、停止、坂道発進、S 字クランク、で、断続クラッチっていうのをやっていくんやけど、基本操作やな。そう、基本操作。で、普通やったらな、30時間ぐらいかけていろいろやっとったところを4時間で詰め込むから、だから坂道発進とかさ、クラッチ操作もまだままならん状態でさ、もうできるかちょっと思いやんないけどな。いや、発進停止で2時間以上かかっとるやろ、今まで。そう、なんなら1個そんなやつやったからさ、短期間で卒業検定に合格できるレベルっていうのが、難しいなっていうのもあって。これは、マニュアル車の免許を取る難易度が上がったってことなんかな？どっちなんやろうな。そうなんかな。だから、もうマニュアル車じゃなくてもオートマにやっぱ人が流れるんじゃない？やっぱり、これから。っていうかオートマの免許だけ取っとけよっていうメッセージなんかな。もうほぼそういう感じだよな。一応、あくまでも、何が何でもこの新課程のカリキュラムで、やらなければいけないっていうわけではなくて、中には旧課程のマニュアルのカリキュラムで、やる教習所もあるみたいなよね。だから今まで通りマニュアル車募集の人はマニュアルで30時間びっちりやりますみたいな。ただ中にはマニュアル自体の受け入れをもう しないっていう教習所もあるみたいなよね。ややこしいから。もう現場が混乱するから。そう。一旦もう休止したみたいな感じか。受け入れを。そう。本来新カリキュラムでやらなあかんからな。だからグレーゾーンになるんかな。受講生、教習生のこと考えれば、今までの過程でやった方がいいような気はするけどな。そうやんな。オートマ車を、その台数を確保できやんっていう話もあるよな。教習所側が。そういう事情もあるみたいやな。でさ、一応俺らもさ、マニュアル免許やんか。そうやな。時代が違うけどな。時代が違うって10年ぐらい前の話なんやけど。それで、マニュアル車に取ったはいいものの、社会人になってから俺さ、マニュアル車1回ぐらいしか乗ったことないよね。というのも、何かなんでもマニュアルで車を運転したいとか、車が好きだからとかじゃなくて、普通に風潮がもうマニュアルで取るのが普通やろみたいな感じやったから、なんとなくマニュアルで取ったんよね。男はマニュアルで免許取るやろみたいな風潮はあったかな。で、今、マニュアル車を手に入れるのが難しいしな、そもそも。そう、そもそもがな。俺らの時代は、周りはマニュアルやったし、マニュアルで取るのが普通やと思っとったんやけど、今、2023年の話なんやけど、自動車学校の卒業生の7割がオートマ免許、オートマ限定。で、逆にマニュアルが3割らしいよね。女性に限定した話じゃなくてやんな。もう全体通して男でも。一応オートマが、普及というか人気の理由としては、さっきも言ったけど、オートマの車がもうほぼ 98%。そうやな。マニュアルと比べて、免許取得も安いし、操作も簡単。で、今の時代は、俺らの時代と違って、周りもオートマで免許取得しとるから、オートマだからってバカにされない。で、一応オートマで取っても、オートマ限定解除を行えば、マニュアル車を運転できるようになるから、最初はオートマで取って後から限定解除の講習受けるっていう人も多いみたいやね。
割と難しそうやけどな、限定解除も。うん。限定解除もだってさっき調べたら4時間なんやろ。だから今回の新カリキュラムと内容は同じ。どうなんやろな、この教習って運転操作を学ぶっていうよりは、交通ルールとかを覚えさせる方がメインやから、別にいいっちゃいいんかね。どうなんやろな。運転をオートマにばっかにしても。この4時間で終わりってわけじゃないんやな。4時間のうちに習得してないと終わらんのやろ。あ、そうそうそう。だから、習得できんかったら、まあもちろんその分長くなるから。金かかるやんな。うん、そうやんな。追加教習だったら。教官がまあとりあえずゴーサイン出せるまでっていう感覚やから。そんな、初めて免許取るやつが4時間でマニュアルの運転マスターできると思えやんけどな。普段からさ、無免のうちから運転しとったやつぐらいじゃんな。4時間でそうやんな。マスターできるなんて。まあ、それこの4時間の教習がどれぐらいの厳しさかわからんけどさ、通例みたいな感じで、ゆるゆるやったらさ、4時間の教習しか受けてないやつが公道で走り出すからさ、マニュアルでもう、それもはや無免やろ、それ。確かにな。で、さっきも話したけどさ、今の時代、オートマでも、まあ、バカにされないというか、まあそれが当たり前ってなっとるけど、うん。俺らの時代はオートマがバカにされる時代やったやんか。そうやな。女かよって言われるからな。そう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 。限定のやつは。で、俺そういうネタっていうか、バカにする風潮って、まあこういうネット界隈のいじりやと思ってたんやけど、実際にアンケート取って、男性でオートマ限定はありかなしかっていうアンケート取って、1368票あったんやけど、オートマ限定のなし、だから男でオートマありえんって言っとる人らが 54%。おー結構、54% の人が、男でオートマ限定はありえんやろっていう。そう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 。だから、恥ずかしいわって。そうそう、世論的にも、やっぱそういう風潮なんやなっていうのが思ったな。で、どこまでが本当かわからんけど、その割には、実態と即してないような気もするけど。そうそう。他には、彼女から見て、彼氏がオートマ限定で冷めましたみたいな投稿もあったりして。田中菜さんじゃないそれ。あ、田中菜さんは、オートマ否定派やったけど、実際同級生でオートマ隠しとったやつもおったからな。運転する機会がないとはいえな。大学生とかやったらさ、やっぱレンタカーするときとかさ、いろんな場面で免許証を見せることがあるから、まあバレるわな。バレたらいじられるような。そうそう。マニュアルの方がさ、やっぱ教官に怒られるやん。操作とかで。もうブチ切れられとった俺。そうそう。偏見かもしれんけど、教官の態度悪い人多いからな。命にかかるから当たり前っちゃ当たり前かもしれんけど。それにしてもっていうのが多かったよ。教習所の教官は元ヤンみたいなやつ多いで。わかるわ、それ。言葉遣いが。なんなんやろうな、その車をさ、運転とかを職業にしとるさ、まあトラックドライバーとかタクシーのうんちゃんとかもそうやけどさ、チンピラみたいな人多いよな。いや、多い多い。で、そういうやつに限って女に甘い。教官とできとる大学生とかもおるもんな。いや、絶対おるよ。マジで若い教官やったらな。だからそのオートマ煽りが、ネットだけじゃなくて現実世界にもあるっていうのが結構びっくりしたな。逆にマニュアルのやつもマニュアル進行が強すぎるっていうのもなんか大人になって思ってきたけどな。だからマニュアル免許取ったやつがオートマ限定のやつにな、マウント取る風潮あるな。あるあるある。結局それってさ、ひがみじゃないの。こっちはお金も時間も費やしてマニュアル取ったのに、オートマのやつらは楽して免許取りやがったっていう。オートマが恥ずかしい風潮を作っとんのは、マニュアルの免許取ったやつらやんな。そう。そういうやつらがバカにするから恥ずかしいって思うんよ。そう。ひがみやと思うで。結局な、そやんな。自分らがさ、苦労してさ、その難しい運転、教習受けて、でいっぱい怒られて取ったのに、お前らは苦労せずに免許取りやがってっていう。結局そこなんよね。ネット上とか、まあリアルでもそうやけど、オートマ限定の人に、そうやってなんかバカにしたりマウント取る人って多分、運転が下手で、教習中に怒られまくっとった人やと思うけどな。怒られまくっとったって。いや、教習大変やったもんな、実際。まあ、俺もめっちゃ怒られとったけどな。俺もクソ怒られとったし、めっちゃ免許取るの時間かかったけど、ギリギリやったからな。てめえ舐めてんのかみたいな言われた。余裕で言われたよ。マジで。でも、俺は、マニュアルの免許取って、運転することないと思っとったけど、なんか学生の時にな、教習所卒業してから2年後ぐらいに、自分の乗っ取った車がリコールの対象になって、で、車屋に修理持ってったら、その台車がマニュアルの軽トラやったんよ。だからまあ2週間ぐらい修理終わるまでマニュアル車毎日乗っ取ったんやけどな。まあ楽しかったな。その時はじゃあ、マニュアル免許持っとってよかったなって。よかったって思ったな。役立ったんや。そう。車屋に
マニュアルの軽トラなんですけど大丈夫ですかって言われたけど、自信を持ってはいって答えたわ。そう、俺マニュアルもうちょっと運転怪しいな。いや、あれ、でもな、最初は不安やけどな、乗り出したら意外と覚えとるもんやで。あ、そんなもん。半クラとかも覚えてねえな。でも坂道発進はもうめっちゃ怖い。いや、無理やわ。もう後ろに転がってく未来しか見えん。俺が台車の軽トラ借りた時は、坂道発進補助装置みたいなのもなかったから、今はあるんや。今はなんかブレーキを離しても止まっとってくれるとかあるんやけど、トラックとかの当時はなかったからな、もう普通に転がってくな、後ろに。めっちゃ普通に怖いね。でも、マニュアル免許はな、取った方がいいと思うけどな、さっき調べたらさ、教習代も2万ぐらいしか変わらんからな。で、時間も2、3時間なの。オートマ限定の人がよく言う、煽られた時に返す言い訳っていうのがあってさ、それが今時マニュアル車なんかないやろっていうのと、値段と時間が無駄やっていう意見もあるんやけど、結局金額も2万とか1万5千で、時間も2時間とかやったら、マニュアルを苦労してでも取った方がいいと思うよな。そうやな。2万とか3万の差でさ、選択肢を狭める必要はないと思うわ。確かにな。やし、意外とな、思いもせんところでな、マニュアルを乗る機会とかがあったりすると思うで。俺が台車で乗った時もそうやったし、レンタカー屋でマニュアルのトラックしかないとか、軽トラしかないとか、あと、引っ越しとか自分でやるとかってなった時は、軽トラ借りたりするしな。マニュアルのさ、免許を取るってことは、そのマニュアル車の仕組みを勉強することにもなるから、普段運転しとるとさ、周りにトラックとかおると、運転の意識ちょっと変わると思うけどな。坂道でさ、そのトラックの後ろにぴったりつくやつとかおるやん。あ、おる。あれって全くマニュアルのこと分かってねえやつやなって思う。ちょっと見とる側からすればさ、マニュアルの坂道発進失敗したらそれぶつかってくるんやぞっていう。そう。だから坂道でちょっと下がってくるってことを知らんっていうのは多分オートマ限定のやつやと思うわ。いや、絶対最初衝動下がるからな。マニュアルの免許を取ったらそういうの分かっとるからさ、そんな真後ろにぴったりつくようなことはせんやん。そういう意味でもな、危険を回避する意味では取っといた方がいいと思うな、マニュアル免許。でもやっぱり一番でかいのは、過半数からオートマ限定はダサいって思われるやんようにするために、プライドを持ってやるのは大事だと思うで。もう彼女にオートマ限定だから別れるとか言われても話にならん。そんな女はこっちから願い先やけどな。いや、それもそうやわ。でも、マニュアル、これからは、だからどんどん取る人減ってくんやろうな。減らそうとしとんのかもしれんけどな。絶対減ってくよ、こんなカリキュラムもオートマ寄りになっとるんやったら。4時間の教習で行動出るのも、運転する側も怖いやろうしな。そう。4時間で何ができるんって感じやけどな。あと、今あれやな、教習代めっちゃ高いな。どんどん値上がりしとんだよな。らしいね。X みたいやけどさ、普通のオートマ免許で、高校生限定の入校キャンペーンで歌っとるんやけど、それが36万4650円で、マニュアル免許なら38万2800円。いや、高い。10万や、ほぼ。いや、10万ぐらい高くなってないか下手したら。30は絶対行ってなかったぞ。俺が取った時は20万ぐらいやったって。なんなら、今の時代ってこんな高いんやっていう、普通にびっくりしたな。でも、取らん人もおるしな、今は。免許自体を。そやな。特に都会とかやったらもう車自体必要ないっていう時代やからな。もう免許取るのは金持ちだけになってくるんかもしれんな。だんだんな。田舎に転勤したり、転勤移住まで行かんくても、旅行とかで行くことはあるからな。絶対免許はあった方がいいと思うけどな。海外とか行った時もバイクとか運転するかもしれんしな。だから免許は絶対いると思うけど。いや、まだ俺らは免許が安い時代でよかったな。当時も一昔前からすればそれでも高いかもしれんけど、今の時代に比べたら学生時代に苦労してでも取った甲斐あったわ。怒られながらな。そう怒られながら。あと関係ない人もおるかもしれんけど、バイクの免許で、バイクって車と違ってほとんどマニュアルなんよ。はい。運転がね。だから車でマニュアルの免許取ったら、その後からバイクの免許取るときに役立つわ。仕組みが分かっとるから、クラッチとそのアクセルのアンクラのこととか分かるから、後からバイク免許取るときにすごい役に立つ。俺がマニュアル免許じゃなかったら多分バイクそんなスムーズに取れやんだと思うから。確かにな。そんな感じで今日は4月1日から運転免許の教習課程が改編されるという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。